こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、呪われた週末と呼ばれ F1 の安全神話を崩壊させた、1994年のサンマリノグランプリについて解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。アイルトン・セナって F1 界の伝説的なドライバーよね。詳しい活躍はともかく、その名前は私も知ってるわ。レース中に亡くなった時は、レースファンの間だけではなく、社会を揺るがすほどの大ニュースになったそうじゃない。ああ、日本でも通常番組が中止され緊急特番が組まれるなど、連日にわたって報道され、その活躍が忍ばれた。ところでレ夢ム、その事故があったサンマリノグランプリについて他に知っていることはあるか？セナのマシンがクラッシュしてセナが亡くなったことしか知らないわ。そのインパクトが強すぎるもの。実はレースで亡くなったのはセナだけじゃないんだ。しかもレース中、全く別の事故で観客に多数の負傷者が出ている。他にも、セナは自身の事故死を予言していたという証言や、事故の原因、セナの治療方針について一部未解明であるなど、単なる事故死で片付けられない点が多くあるんだ。他にも亡くなった方がいるの？それに予言とかすごく気になるわ。詳しく教えてよ。それじゃあ解説していくぜ。今回はそれらの問題を余さず解説したいから、きっと長くなるぜ。頼むわね。まずアイルトン・セナの経歴について、簡単に触れておきたい。生まれは1960年、ブラジル出身だ。高校を卒業し大学へ進学したが3ヶ月後に退学している。13歳の頃からカート競技に参加し、1979年には世界カート選手権で総合2位となるなど、大活躍した。F1 のデビューは1984年。イギリスのトールマンというチームに入った。この年の最高位は2位だ。チームにとっても自身にとっても初の表彰台獲得だった。デビューイヤーから大活躍してたのね。翌1985年には当時名門だったロータスに移籍した。トールマンとは3年契約だったためロータスとセナは多額の違約金を払ったそうだ。その1985年のポルトガルグランプリで、セナは初のポールポジションを獲得し、そのまま初優勝した。以降もセナは単独のグランプリでの優勝を重ねた。しかしワールドチャンピオン獲得には至らなかった。優勝してるのに、ワールドチャンピオンってなんか別なの？ F1 は年間20戦前後、世界各地で開催されるんだ。鈴鹿サーキットとかな。順位によってポイントが付与され、年間で最も多くポイントを獲得した選手がワールドチャンピオンだ。なるほど、年間通じて一番勝った人がなれるのね。で、1988年にはマクラーレンに移籍した。この年に悲願のワールドチャンピオン獲得を達成している。最終的にマクラーレンを離脱する1993年までに、ワールドチャンピオンは1988年、1990年、1991年の計3回獲得した。3回以上獲得したのは歴代でも10人しかいない。亡くなる34歳までの成績と考えると怪物だ。そして没年となった1994年はウィリアムズ・ルノーへ移籍していた。当時のウィリアムズはアクティブサスペンションやトラクションコントロールなど、装備のハイテクさで他チームを抜きんでており、あのセナとの組み合わせで一体どれほどの速さになるのかと大きく期待されたんだ。で、その速さを見せる前に亡くなってしまったのね。そうだ。だが今でもモナコグランプリの6回優勝や、ポールポジション獲得連続8回など、破られていない記録は多い。以上がセナのおおよその経歴だ。ここからは事故のあった1994年サンマリノグランプリについて解説するぜ。よろしくね。会場はイタリアのイモラ市にあるイモラサーキットだ。レース名はサンマリノグランプリだが、サンマリノ共和国との関連性はない。サンマリノ共和国って国があるのね。そこで開催されてるのかと思っちゃうわ。レースは3日間にわたって開催された。4月29日金曜日と30日土曜日は予選だ。この予選で速いタイムを出した順で5月1日の決勝レースのスタート位置が決まる。天候は3日間通して晴れだった。ちなみにセナは雨の日は鬼のように速かった。雨の日に速いのはマシンコントロールが抜群にうまい証拠だ。雨の日は下手な動きをするとすぐスリップするから、大抵の選手は大きく速度を落とす。その一方でマシンの限界をしっかり掴んで走れる選手はそれほど速度を落とさずガンガン突っ込んでいくから、相対的に速度差は大きくなるんだ。なんか今日は必死ねマリサ。話を戻すぜ。まず金曜日の午後に行われた予選だ。この日はセナが1分21秒548のタイムでトップだった。2位はミハエル・シューマッハ。0.467秒差だったからセナの方がはっきり速かったと言っていいだろう。ウィリアムズ・ルノーへ移籍しさらに速くなったか、と思わせるに十分だった。しかしこの予選中、
重大な事故が発生していた。事故に見舞われたのは、セナと同じブラジル出身でセナと親しかったルーベンス・バリチェロだ。バリアンテバッサシケインというコーナーで縁石に乗ろうとしたところ、タイヤが弾かれてしまい車体が浮いた。コントロールを失ったマシンはなすすべなく、タイヤで組み上げられた干渉用の壁に激突した。速度は時速230キロ出ていた。マシンは壁で跳ね返り、横転した後裏返しになって止まった。この事故でバリチェロは失神し、鼻を骨折した。そしてメディカルセンターで目を覚ました時、そこにはなんとセナの姿があった。同郷の後輩を心配し、駆けつけていたんだ。命に別状がないことがわかるとセナは安心し、少し涙を浮かべてコースに戻っていった。以降、バリチェロのチームは棄権した。バリチェロと同一レーシングチームから出場していたもう1チームは決勝レースを懸命に走ったが、残り9周のところでスピンし、リタイアしている。なおバリチェロは治療後、他のグランプリで好成績を収め、1994年のシーズンは総合6位だった。2011年まで現役 F1 ドライバーとして活躍した。以上が金曜日の様子だ。バリチェロさん、不幸中の幸いだと思うわ。230キロで壁に激突して鼻の骨折で済んだんでしょ。それにセナって友達思いなのね。他チームのクラッシュなのに一番に駆けつけるなんて。そこもセナに人気がある理由の一つだな。セナは友達付き合いやマシンの使用、安全性の追求、所属チームなど、すべてにこだわりがあり、真剣だった。自分が正しいと思えばとことん貫く性格だった。それゆえ、ルールを外れてしまってトラブルになることも多かった。それじゃあ次の、土曜日の様子を解説するぜ。午前中の練習走行は特に何も起こらなかった。問題は13時に開始された予選走行だ。オーストリア出身でシムテックフォードのチームに在籍していたローランド・ラッツェンバーガーが、コースアウトした。ただそれ自体はよくあることだ。事故はその翌週に起こった。ビルヌーブコーナー手前でラッツェンバーガーのマシンのフロントウィングがいきなり脱落したんだ。なんで？コースアウト時にダメージを受けたためと思われる。その時すぐ外れていたらきっとインしていただろう。ダメージがないように思われたため、走行を継続し、高速コーナー手前という最悪のタイミングで脱落したんだ。F1 が超高速でコーナーを曲がれるのはこれらウイングがもたらすダウンフォースの恩恵が大きい。そのウイングが外れた状態でコーナーに突入したラッツェンバーガーのマシンは曲がりきれず、時速310キロでコンクリート壁に衝突した。マシンは衝突の勢いで跳ね返され、コース中央まで戻って停止した。マシンは大破し、ラッツェンバーガーは病院に搬送されたものの、ほぼ即死だった。F1 の事故死は1982年以来、12年ぶりのことだった。セナは事故発生時はきっとガレージにいたが、事故に気づくとピットレーンにいたオフィシャルカーを捕まえ、事故現場に向かうよう運転手に迫った。セナが現場に到着した時、ラッツェンバーガーはすでに救急車で搬送中だったため、大破したマシンの状態を確認してピットに戻った。そして医療リーダーの外科医、シド・ワトキンスから即死状態だったことを告げられると、セナは取り乱し、泣き崩れた。ワトキンス医師はあまりのセナの様子に、明日のレースを欠場してはどうかと説いたが、セナはやめることはできない。続けなければいけないと拒んだ。この日、セナは予選を欠場したが、2位のシューマッハは1日目のセナのタイムを上回ることはできず、決勝レースでのセナのポールポジションが確定した。12年ぶりの死亡事故が起こってしまったのね。ここからさらにセナ自身の事故につながるなんて、悲劇的なレースね。ああ。ポールポジションを獲得したセナは、土曜日の予選の後の記者会見に出席する決まりになっていた。セナはあまりの悲しみに記者会見を欠席したため、レース審査委員会より懲戒処分が検討された。またそれとは別件でレース審査委員会に呼び出され、今度はオフィシャルカーを事故現場に向かわせた件で聴取が行われた。セナはこれらの対応にうんざりして応対していたが、最終的にはどちらの件も不問とされた。セナからしたら、友人を思っての行動ですもんね。ルール違反、人が、友人が死んでるんだぞ。って気持ちでしょうね。ああ。そして運命の日曜日を迎えた。まず午前11時、運営やメカニック、選手が集合し、決勝レースの注意点や段取りを確認するためのブリーフィングが行われた。スタート前のウォームアップ走行を最新のポルシェ993が先頭で誘導することになっていたが、不要であるとゲルハルト・ベルガーが反対した。実は反対を言いたかったのはセナなんだが、セナは前日に運営側と一悶着あったため、自分が言っても通らないと思って代弁をベルガーに頼んでいた。絶対通したい意見だったのね。ポルシェが先導すると何か問題あるの？ F1 用のタイヤがグリップ性能を発揮できるのは100度前後だ。タイヤの温度をそこに持っていくためにはウォームアップ走行でタイヤに十分な負荷をかける必要がある。急加速、
急減速したり、車体を左右に振ったりな。先頭に遅いオフィシャルカーがいるとその走りができず、グリップ力がない危険な状態で決勝が開始されることになる。皆の安全を考えて、反対したのね。ああ。運営側はこの意見を受け入れ、ウォームアップ走行はオフィシャルカー抜きになった。そしてブリーフィング後、セナは他の選手たちを集め、F1 選手だけの団体、GPDA を復活させよう選手自らが団結し、安全を作っていこうと提案した。それは皆に受け入れられ、セナをリーダーとして次戦のモナコグランプリから活動するよう約束された。セナってただ速いだけじゃないのね。F1 界の未来を自ら牽引していくような人なのね。素敵すぎるわ。だろ？セナの魅力は速さもあるがその人間性やルールを無視してでも自分が思ったことを実現しようとする熱いハートにあるんだ。そして午後2時、各マシンはグリッドに並んだ。ポールポジションは予選トップだったセナ。2番目にミハエル・シューマッハが並んだ。土曜日に事故死したラッツェンバーガーの追悼のため彼がいるはずだった26番グリッドは空席になっていた。各マシンは一斉にスタートした。ここでトラブルが起こる。チームベネトンの JJ レイトのマシンがエンストしたんだ。その後方からスタートし全力加速したペドロ・ラミーは、前走車に遮られ、止まっているレイトのマシンに気づくのが遅れた。ラミーはレイトのマシンに激しく追突し、双方のマシンの破片が宙を舞った。破片は安全フェンスを飛び越え観客席に落下し、観客9名が負傷した。スタートで大事故なんて、このレースはほんとハプニングだらけね。その結果、選手の搬送やコースの清掃のため、セーフティーカーが入った。セーフティーカーって、安全性能高い車？先導車だ。マシンが全力疾走してたら救急車も入れないだろ？コースで何らかのトラブルが発生すると、セーフティーカーが先頭をゆっくり走るんだ。その間にコース担当がコースを整え、完了したタイミングでセーフティーカーが退場しレースが再開される。今回は6分間、セーフティーカーが先導し続けた。6分ってどう取ればいいのかしら。6分で破片の撤去とか選手の搬送とか全部やるってすごい気がするわ。ああ。運営側の作業は円滑だった。だが、セーフティーカーがゆっくり走っている間にタイヤはどんどん冷えてグリップ力が下がっていった。タイヤが温まりきったレース中盤ならいざ知らず、スタート直後のセーフティーカーは非常に危険だった。医療リーダーのシドワトキンスは、今にひどい事故が起こるぞ、と話していた。セーフティーカー離脱後の1周目、セナは燃料満タンの重いマシン、かつコールドタイヤだったにもかかわらずトップを走り、1分24秒887の好タイムを記録した。2番手のシューマッハはこのスピードについていけずやや離されたが、セナのマシンが段差で底打ちし、火花が出る様子を目撃していた。そして次の週、全体としては7周目だった。午後2時17分、セナのマシンはクラッシュした。タンブレロコーナーを曲がろうとしたところだった。セナのマシンは方向転換せず、直線的に壁に向かっていった。セナはマシンの異変に0.2秒で気づき、壁に衝突するまでの0.9秒間でギアのシフトダウン、ブレーキを行っていた。時速312キロ出ていたマシンは211キロまで減速された。マシンは干渉剤のない壁に衝突し、回転して止まった。マシン右側は大破。セナもダメージを受けている様子で、動いていなかった。反応速度がすごすぎるわね。シドワトキンスほか、医療チームがすぐさま現場に急行した。セナの体を動かせる状態ではなかったため、その場で緊急手術が行われた。その様子はヘリコプターから全世界に中継されていた。セナの頭が動く様子が見られたため、命に別状なしと放送した曲もあった。午後3時、セナは医療用ヘリで近隣のマジョーレ病院に搬送され、懸命な治療が施された。病院には多数のファンが詰めかけ、回復を祈ったという。その間、レースは中断状態だった。マシンにはピットイン指示が出され、再開するまでは待機となる。だが事故発生時にピットインしていたチームラルースのエリック・コマスは、チームからピットアウト指示を出されピットアウト。レースを続行してしまった。フラッグマンは懸命に旗を振ってエリックに合図したが、事故現場に着くギリギリまで気づかず全速で走っていた。直前に気づいて減速した結果、救急車両や医療チームとの接触は回避されたが、エリックは1分1秒を争う医療現場を妨害してしまったことを悔やみ、レースをリタイアした。そして午後3時10分、セナの心臓は停止した。医師たちは心肺蘇生を行い蘇生に成功したが、頭部に負った傷は致命的で、回復は絶望的だった。午後6時37分、再度心停止したが、蘇生措置を行わない決定がされた。死亡時刻は午後6時15分。セナの死はマジョーレ病院の委員長から発表された。懸命な治療も、ダメだったのね。事故直後は意識があったの？頭が動いてたって言ってたけど、実際には筋肉が痙攣していただけだ。
意識はなかった。視聴者はテレビ映像で見て、セナの回復を応援していたが、立ち会った医療者からすると頭部のダメージは致命的で、そもそも即死に近い状態だった。にもかかわらず緊急手術や心肺蘇生が行われたのはなぜか、イタリアの法律ではコースで死亡事故が発生するとレースを中止しなければならなかったんだ。サンマリノグランプリが中止された場合、損失は6500万ドルになると推計されている。その損失を避けるため、即死状態のセナを無理やり蘇生させ、病院まで搬送させてから死亡させたのでは、との議論は今でもあるぜ。なんとも言えないわね。少しでも回復する可能性があるなら治療すべきだし。なお、大破したセナのマシンのシートからはオーストリアのフラッグが発見されている。セナは自分が優勝できた場合、亡くなったラッツェンバーガーの追悼のためオーストリアの国旗を掲げてパレードするつもりだったんだろう。何それすごい泣ける。ちなみにレース結果だが、14時55分に再開され、事故当時セナに次ぐ2番手を走行していたシューマッハがそのままチェッカーを受けた。優勝者のシャンパンファイトは中止だ。表彰式でもシューマッハは全く喜んでいる様子はなかった。なおファステストラップといって、最速で周回したのはデイモンヒルだ。セナと一緒にウィリアムズ・ルノーで参戦していた選手だ。順位も6位と健闘した。チームとして一矢報いたのね。なお、片山右京という日本人選手が蹴れるヤマハチームで参戦している。予選は9位だったが決勝レースで追い上げ、順位は5位。ポイントも獲得している。F1 で5位って十分すごいわね。日本人選手の活躍もまた聞きたいわ。セナの葬儀は国葬とされ、50万人が沿道でセナの棺を見送った。故郷サンパウロでセナを追悼した人は300万人に上った。それぞれの様子はブラジルの各局で放映された。選手もほぼセナの葬儀に参加したため、FIA 会長のマックス・モズレイ氏は誰かが彼を見送らなければとラッツェンバーガーの方の葬儀に出席している。そして次戦のモナコグランプリでは、予選グリッドの1番と2番が開けられ、それぞれブラジル、オーストリアの国旗がグリッドにペイントされていた。もちろん2人の追悼のため運営がしたことだ。観客のみんなにはスタート前の2人の姿が見えたに違いないわ。葬儀が終わると、セナの事故原因についての調査が進んだ。そしてセナの所属チームであるウィリアムズ・ルノーはイタリア検察に刑事訴追された。容疑は過失致死だ。マシンの不備がセナの事故を引き起こしたと考えていた。マシンが悪かったって、何か思い当たるような出来事はあったの？セナの操作に合うハンドルに付け替えた際、ハンドルの付け根の金属を細いものに変更していたんだ。これまで22ミリの太さだったものを、18ミリに変えていた。それが強度的に不足しており、ハンドル操作時にだんだんと金属疲労を起こし、とうとうレース時に破損したのでは、と考えられた。その裏付けとして事故直後、ウィリアムズ・ルノーはセナと同一マシンを使っていたデイモンヒルに、パワステの解除を指示していた。チームとしてもハンドルの故障を真っ先に危惧していたんだ。何その急展開。味方チームのマシンが原因って、それだけはやめてほしいわ。悲しすぎる。裁判では一旦証拠不十分で無罪となったが、イタリア最高裁は再審を命じた。最終的に2007年4月13日、ハンドル部品の破損が原因であるとしメカニックのパトリック・ヘッドの過失が認定された。ただし過失致死の時効が過ぎており逮捕はされていない。交換したハンドルの付け方が原因だったのね。裁判ではな。それだけが真実とは限らない。マシンの疑いは他にもあるぜ。ハイテクマシンに惹かれウィリアムズ・ルノーに移籍したセナだが、不運なことにこの年、マシンの改造ルールが変わりハイテク機能は実装不可となった。そのため1994年シーズンは付け焼き場のマシン調整で戦うことになり、セナは急に変わったマシンの癖をつかむのに苦労していた。マシンの挙動が事故を引き起こした可能性は捨てきれない。次に行くぜ。シューマッハが目撃したセナのマシン下部の火花は、リアタイヤがバーストした可能性を示唆している。バーストで不安定になったマシンがハンドルの金属疲労にとどめを刺したかもしれないし、その逆の順かもしれない。それに、遠因という意味ではセーフティーカーも影響しているだろう。スタート直後の追突事故によりコースインしたセーフティーカーはオペル社のベクトラだ。高速走行向きではないためレーシングマシンのタイヤはだんだん冷えていった。セナはそれを懸念し、早く走るようセーフティーカーにジェスチャーした記録も残っている。なお、スタート直後のタイヤが冷たい状態で起こった事故の対応だが、このレースでは木旗が振られセーフティーカーが出動し、レースは継続されてしまった。以降の1995年ポルトガルグランプリの事故や1998年フランスグランプリの事故では、赤旗が振られ、レースは中断になっている。このサンマリノグランプリの木旗は運営側の判断ミスでは、との指摘があるぜ。そうね。レースが一旦中断されてたら起こってなかった可能性があるもんね。
事故の防止という意味ではコースの問題も大きい。このイモラサーキットはコースアウト時に滑走することになるランオフエリアが極端に狭かった。コースアウトしたら即、壁ってことね。ああ。特にセナの事故があったタンブレロコーナーは狭かった。すぐ後ろにサンテルの川があり、地形的にランオフエリアの拡張が難しかったんだ。実はセナは、レースの1ヶ月前にこのイモラサーキットでテスト走行しており、タンブレロコーナーを指して、今年ここで誰かが死ぬだろうと言っていたんだ。予言、まさか自分が亡くなることになるなんてね。セナ、ほんとコースの安全を気にかけていたのね。最後に、事故を受け今後の対策として示された内容について解説するぜ。シューマッハやゲルハルトベルガーなどの現役トップ選手は、選手が主体となり安全対策すべきと唱え、GPDA という選手会組織の復活を宣言した。GPDA は早速運営側と協議し、マシンをより安全にするための、マシン改造における制約が決められた。また、コースの壁のタイヤバリアの設置、衝突安全性の強化、エンジンの排気量制限などが設けられた。事故があったタンブレロコーナーは高速コーナーとして有名だったが、事故後はカーブを追加し試験員に回収された。皮肉にも、セナの望んだ安全対策が、セナの事故後に急速に実現したのね。ああ。これまで F1 は安全、事故とは無縁と信じられていたところに、最も人気のあるドライバーが事故死したわけだからな。セナのいなくなった F1 界は何もかも変わったぜ。いい意味でも悪い意味でも。日本の F1 人気はセナで持ってたしな。セナの速さや人間的な魅力、人気がすごくわかったわ。それに、セナが事故しただけのレースじゃないってこともね。セナの熱さはいろんな人間ドラマやレースアクシデントを生み出しているからな。それもいつか解説するぜ。以上、今回は1994年のサンマリノグランプリについて紹介させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去の大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。